はい、ということでね、戻ってまいりました。で、こちら、ニセゴイシウツボ。水族館とか、ドンキのね、水槽とかにね、いる、でかいウツボですね。で、これね、美味しいのって多分皆さんね、思ってると思うんですけど、ウツボはですね、めちゃくちゃ美味しいです。で、今回ですね、唐揚げにして食べていこうかなと思います。はい。ではね、まず観察をしていきましょう。映りきんない。このまな板が75センチで、多分ね、170センチぐらいの大きさだと思います。重さはですね、10.5 キロですね。で、ニセゴイシウツボの名前の由来はですね、この斑点が囲碁のね、碁石に似てるから、ゴイシウツボっていう名前が付けられたね、ウツボがいて、で、そのゴイシウツボに似てるから、ニセゴイシウツボっていう名前が付いたんですけども、実はですね、ゴイシウツボとニセゴイシウツボが同じ種類だっていうのがね、発見されて、で、結局、今はね、ニセゴイシウツボしかいないっていう状態になってるらしいです。で、ちなみにですね、このニセゴイシウツボは、こんな感じで、どこが分かりやすいかな。ことか分かると思うんですけど、斑点がですね、どんどん分裂してって増えていくんですね。なんでね、小さい頃のニセゴイシウツボは、大きい斑点があって、大きくなるとね、こういう無数の斑点ができてくるんで、別の種類だっていう風にね、勘違いされてたみたいです。まあ、後ろの方とかね、結構斑点大きいですからね。もうこの辺とか、すごい、分離してる感ありますもんね。ここにですね、肛門があるんですけど、ここより後ろはですね、すごい小骨が多くて、食べれたもんじゃないらしくて、もうこっから後ろは通常は捨てるらしいんですけど、一応ね、骨切りっていう作業をして食べれるかどうかね、試してみようかなと僕は思っています。ウツボは目打ちって言って、まあ、この辺をね、釘で刺して、で、そこからスーってさばいていくのが基本的なやり方なんですけど、こいつはでかすぎてね、もうさばきづらいんで、こんぐらいでぶつ切りにして、三枚おろしにね、していきます。で、まずね、お腹を開いて、で、そこから頭を落として、ぶつ切りにして、三枚おろしにしていく感じですね。じゃあまず、お腹の中をね、見ていきましょう。いや、にしてもでかいですね。もう、拳とかそんな太さじゃないですからね。うん、すごいですね。はい、ではまずね、お腹を開いていきましょう。ウツボはね、本当に皮がね、硬くてね。これ、胃袋長すぎない胃袋長っ。これが胃袋じゃないですか。お腹の中身はこんな感じですね。で、ここが浮き袋ですね。で、この長いのがですね、胃袋ですね。これ何かな、脾臓とかなのかな、ちょっとわかんないですね。普通魚ってこんな膜でね、身と内臓が繋がってたりしないんですけど、結構膜がすごいですね。無理やり引きちぎっていきますか。ちなみにですね、ウツボのエラの穴はね、ここにあって、ここから水を取り入れて呼吸をしています。ちょっとエラもね、若干見えてますね。取り出していきましょうか。もう引きちぎっていきます。引きちぎるのは厳しいな。これが胆のうっていう、潰したらね、身が臭くなるって言われてるやつなんですけど、潰してないのにね、身にね、ついてますね。胃袋はこの辺ぐらいで一旦、硬いな。はい、ではね、頭を落としていきます。で、こういう硬い皮の魚さばくとね、もう絶対ね、包丁研げってね、コメントが来るんですよ。もうね、さばいてみって思う、俺は。まあ確かにね、切れ味がいいわけじゃないけど、これはね、硬いから。うわ、頭の身、いや、もうバーンって出てきたね。もうエラが出てきた。硬いね。こういう時ね、やっぱ出刃欲しいと思うね。そのうち買います。この頭の感触何だと思います？これ当てれた人すごいと思う。マシュマロです。やっば、ブリンブリン。もう、やばい。これマシュマロだ。俺マシュマロ嫌いなんだけどね。エラの穴は反対側から見るとこんな感じですね。裏側は黒くなってるんですね。三枚おろしにしやすいように普通の魚ぐらいのサイズに切っていきます。こんぐらいでいいかな。
もうね、骨が硬すぎて立てない。そういう時はねじります。ねじるとね、結構簡単にね、骨切れるんですよ。これだけで2キロぐらいありそう。すっごいでかいわ。さすがに全然切れないんで、包丁研いできました。前3キロぐらいのウツボをね、ちょっともらって練習したんですけど、やっぱ研いだら切れるね。全然違うわ。結構ね、ぶっとい骨がここの真ん中に入ってますね。ゴリってなります。で、このね、背びれが結構厄介ですね。包丁で背骨立ってもいいんですけど、結構ね、刃こぼれするんで、ここはひねって取ります。ひねったらね、結構簡単に取れるんだよね。でっかっ。これはマシュマロじゃないわ。おばあちゃんの二の腕だね。骨多いわ、やっぱ。硬っ。めっちゃ硬い骨がある、ここに。切れねえ。あ、ちょうど関節に当たって背骨まで切れましたね。かってえな、骨。はい、ではね、ここまでしたらあとは3枚に下ろしていくだけですね。なんですけど、これね、ぬめり取りをね、やんなきゃいけないんですよ。こうやってやったらね、ぬめりが取れるんですよ。色変わるじゃないですか。このね、ぬめりをね、取らないと臭いんで。はい、ということでね、ここから3枚おろしにしていくんですけども、服見てもらったら分かると思うんですけど、実はね、1日経ってます。っていうのも、今日知り合いのね、パーティーがあるんで、それにね、ウツボの唐揚げをね、大量に持っていこうかなと思ってて、なんですけど、このニセゴイシウツボはですね、一応、シガテラに当たる可能性があるっていうことで、毒味をね、してました。なんでね、もう昨日、しこたま食って、1日経って今日っていう感じですね。生物濃縮のね、毒なんで、南方にいるこういう大きいね、肉食魚はね、もうね、どれ食ってもね、シガテラ当たるときは当たるみたいな感じなんで、運ゲーですよね。これはね、安全なウツボっていうことで、こっから3枚おろしにね、していくんですけど、まずね、ぬめりから取っていきます。ということでね、ぬめりを取っていきます。塩でね、揉んでもいいんですけど、めんどくさいんで、こうやって包丁で取っていきます。色変わってるの分かるかな、動画上で。だんだん白から茶色っぽくなっていってるのが分かるかな。いや、めんどくせえな。昨日ぬめり落としなしで普通に美味しかったしな。ぬめり落とさなくていいや。ぬめり落としを、こんな風にした方が美味しく食べれるんですけど、僕はめんどくさいんでやめます。はい、それではここから3枚おろしね、していきます。で、ウツボはね、結構難しいなって僕的には思ってて、で、なんでかっていうと、ちょっと分かりづらいんですけど、ここにね、背びれがあるんですよ。普通魚って、こっちにある真ん中の背骨と、こっちの背びれから、両方から骨がね、出てて、それに包丁を沿わしてさばいていくっていう感じなんですけど、ウツボはですね、この背びれから出てる骨と、背骨から出てる骨が分離してるんですね。なんで、さばく時の道しるべがないっていう。なんでね、結構難しいなって思ってますね。やっていきましょうか。背中にこうやってスーッと、切り込みを入れていきます。でね、プラス、普通の魚よりね、骨とね、身がね、すごいくっついてるんですよね。はい、ここがね、背びれから出てる骨です。で、まずこんな感じで、背びれのところまで切ります。で、そしたら、ここから骨がなくなってるんで、ここに、包丁を入れていきます。でこんな感じですね。あれ、骨がつながってるわ。で、あとはね、背骨に向かって頑張って包丁を入れていくっていう感じですね。これはね、もう慣れだと思います。お腹側からもね、包丁入れていきましょうか。この辺から入れます。はい、ということで、こんな感じの身ですね。で、ここの骨がですね、さっき俺が言ってた、
背びれから出てる骨ですね。で、まだここにね、背びれがついてるんで、この背びれを今から外していきます。はい、これで完成ですね。ここはね、背びれの骨ですごい硬くて食べれないんで捨てます。結構ね、身はね、すっごい綺麗なんですよ。真っ白な、このお腹側は結構ね、プニプニの感触なんですけど、こっちとかはですね、結構上質な白身魚みたいな感触がします。背中側は結構骨があって、さばくのが大変なんですけど、ここからね、骨切りするか、ここについてる骨を外すかっていう作業をしなきゃいけないんですけど、腹の方は骨がね、一個もないんで、こっちはすごく調理が簡単です。とりあえず外していきましょう。で、皮がね、結構硬いんですよね。で、これはね、もう骨がないんで、このまま食べることができます。唐揚げにするときは、この皮がね、もっちもちですごい美味しいんですけど、時間が経つと結構ね、硬くなって、すごい食べにくくなるんで、今回ですね、パーティーに持っていくんで、皮を外してから持っていこうかなと思っております。結構ね、しっかりくっついてるんで、こんな感じで、ちょっとずつね、外していきます。皮もね、もったいないけどね、なんか皮だけで美味しい料理とかあったら、ちょっと教えてほしいですね。炙ってポン酢とかで食べたら美味しそうですね。これはでかいから半分ぐらいに切って、で、こんぐらいでいいかな。背骨の端っこから包丁入れていきます。これもね、背骨の形がね、結構変な形してて難しいんですよね。で、背骨はこんな感じですね。ヘビみたいな感じです。はい、それではね、こちらの背中側をさばいていくんですけども、こっちはね、めんどくさいです。っていうのも、小骨がね、入ってるんですよ。ここら辺に2本、骨が入ってるんですね。骨切りっていう作業があります。で、これはですね、こうやって薄く切っていって、骨をちっちゃくして食べやすくするっていう感じですね。で、これのメリットはですね、身が減らないっていうところがメリットです。なんですけど、僕は、この2本の骨を外してから食べようかなと思います。はい、それでは外していきましょう。普通に中骨があるんで、ここを外していきます。ちょっとでかいんで、やっぱ半分に切ってからやります。で、皮があった方がね、ほんと美味しいと思うんですけど、皮を外していきます。ここら辺からね、包丁入れていきます。で、この白いのね、見えてると思うんですけど、これは、骨じゃなくって筋ですね。これが骨ですね。これを取り外していくっていう感じです。綺麗にさばけなくてごめんなさいって感じですけど。で、あとここはですね、もう骨がないんで、普通に切っていく感じですね。
味付けはですね、これ塩コショウでいきます。片栗粉を入れて、でこの中にウツボを入れていきます。でシェイクですね。はい、これでね、あとは揚げるだけです。では油を入れていきます。よし、完成。はい、とりあえず、揚げ終わりました。結構な量ですね。ウツボはね、捨てるところがすごい少ないんで、もう身がね、いっぱい取れましたね。ただね、50人ぐらい食うらしいんで、全然足りないですね、こんなんじゃ。まあ、とりあえず、一旦、あったかいうちに僕は、この自分用の皮付きで揚げたやつをね、食べていこうかなと思います。はい、それでは、あったかいうちに食べていきましょう。いただきます。皮がこんな感じで分厚くて、これがね、美味しいんですよ。はい、それでは、これをね、いただきます。やっぱね、皮にね、結構旨味があって、食感も良くて、身だけでね、唐揚げ食べると、結構ね、白身魚のね、ふわふわな感じなんですけど、皮と一緒に食べると、鶏肉っぽい味がして、僕なんかね、いつもね、魚食べてるんで、よりね、美味しく感じるっていう。やっぱね、これはね、ウツボは美味しいですね。はい。